ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらの全地コンボを紹介したいと思います。こちらのリストですが、4月14日の MO チャレンジにおいて、9勝1敗で準優勝を果たしたものですね。タルキールによって大幅に強化されているため、今回はこちらをピックアップしてみました。なんといっても、ジェスカイのケージの登場が大きく、アルケビオスをバウンスしながら4点を与えることができるので、以前の全地コンボと比べると必要なパーツが少なくなり、さらに5回打つだけでそのターンに勝つことができるので、アリーナにおいてもかなり時短されて簡単なコンボになりました。また、ルーティングカードとしてマラング側の姿勢も強く、インスタントタイミングで全地を捨てることができ、コンボを決めやすくなっています。さらに、墓地対策が突破できない時なども、単純にクリーチャーとしての性能が高いため、青白コンのような動きでフィニッシャーになれるのが偉いですね。姿勢を使う都合上、ルーターとして活動するドラゴンの嵐も強力で、単体だと航路の作成と同レベルなのですが、姿勢を出すと全てを使い回すことができ、さらに一時的封鎖で一旦追放した場合も、相手のエンチャント除去でもう一度能力が使えることがあったりと、このデッキにおいては単純に上位互換のカードになっています。また、霊気走破で追加された食料補充も強力で、やはりコンボデッキにおいてパーツを探すカードとしては、レガシー級のカードということもあって、簡単にパーツを集めてくれます。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。土地2枚で、2枚以下のルーターはないんですが、まあ、エファラの分散で、相手の攻撃を止めつつ、食料補充で、まあ、パーツを探せるということで。さあ、相手は白黒ミシュラランドからスタート。まあ、白黒バウンスかエスパーバウンスですね。はい。とりあえず、エファラからでいいかな。さあ、ここ土地引きませんが、ドラゴンの嵐を引いてくる。2枚引いて1ディスカード。まあ分散は捨てて OK かなと。アルケビオスと、アブエロの覚醒が手札に入ったことによって、あとは全地を探すだけですね。で、基本的にこのバウンス系に対しては、全地は、まあ有利を取っていけるということで、しっかりとコンボを決めていきたいかなと。さあ、食料補充でしっかりと全地も引いていく。まあ4マナ目と全地をもらっていきましょう。こうなると相手は、まあハンデス系のスペルを、打ちづらくなっていますね。ハンデス系を打ってくれると、まあ次のターンに決まっていく可能性があるということで。さあ相手は、ここをどうしてくるか。まあとりあえず殴ってくると。2点入って18点。ハンデスを打ってくれるとありがたい。おっと、ただここはセラのモンハン。なるほど。そういう系のタイプか。そしたらまたこのターンは、まあ、ラングガーの姿勢を構えて、そのままターンを渡していきますか。特に、ダメージもね、そんなに入っていないということで、全然余裕はあるかなと。さあ、そのままターンを渡して、まあ、大体次のターンにはコンボ決まりそうな感じではありますね。まあ、ただ、カウンターとか、そういうのがないので、相手の除去をケアして、まあ、全地2枚目とかを引いていきたい感じではありますが、それでええんか。さあ、望みなき悪夢。全地を捨てていく。まあ、こっちからすると、ありがたいですからね、これ。さらに悪夢。まあ、いらないカードを捨てていきましょう。で、できればマラング側で、まあ、2枚目の全地を探していきたい。まあ、もしくはカウンター。おっと、ただ、キリン出してくる。これは勝ち確になりそうですね。もうマナを全部使っていくんで、さあ、スタックでマラングーガは打っていきましょう。はい。まあ、全地は引けませんでしたが、まあ、相手フルタップのため、アブエロで全地を釣って、そのままコンボを決めていきましょう。さあ、全地からのアルケビオス。で、サイドから、投了してくれましたね。じいじ。さあ、相手白黒バウンスということで、とりあえず勝利の学士入れて、まあ、あとカウンターとかを入れていきたい感じかなと。まあ、ピアスは入れていきたいんですが、否認まで入れるかどうか。まあ、封鎖はとりあえず、
抜いて良さそうな感じはあるかなと。どっちかというと、その、友情コンボになるんで。さあ、1本目勝って2試合目。はい、悪くないですね。ルーターカードが2枚あって、コンボパーツが1枚ある状況。さあ、白黒から、ハンデス。まあ、土地でいいかな。さて、まあ、ゆっくりやっていきましょう。まあ、墓地対策をね、置かれる可能性あるんで、まあ、サイド後は、どちらかというと、まあ、インスタントタイミングで全地を落としていきたい感じではありますが。さあ、まずはルーター、ドラゴンの嵐を打っていくと。ただ、土地土地。まあ、ペインランドでいいか。とりあえず4マナとアルケビオスだけある状況。相手もゆっくりとしたスタートではありますが。さあ、長宝ランドから土地はいらない。まあ、学士出していきましょう。さあ、戦闘前ステップで悪夢を起動。1枚トップ。はい。さあ、学士出していきますが、まあ、学士を出すことによって、相手がね、こっちのターンにスペルを唱えられなくなるので、まあ、コンボが決まりやすくなっていく。という形ですね。さあ、悪夢3回目。まあ、土地を捨てていきましょう。さあ、ただ、おっと、ここでリップ。はい。リップは突破しないといけないので、まあ、ちょっとめんどくさくなりますね。ピアスは今いらないので。さあ、とりあえず殴っていく。爆発域、残した方が良かったですね。悪夢で、爆発域捨てたんですけど、まあ、ファストランド持ってたんで、平地の方を捨てた方が良かったかもしれない。さあ、学士ビートになっていくのか。ただ、さすがに学士だけだとね、勝てないんで。さあ、ここは一旦ベーザー。ワンドロー。はい。さあ、これは、やや辛い状況になっていく。クリーチャーハンです。クリーチャーハンです。さあ、ドラゴンの話打っていきましょう。マラング川。失勢でバウンスして、いや、これ失勢プランになるのかな。ちょっとサイド後に、解除とかね、入れてないんで、一旦アルケビオスを打ってからってなるとちょっと遅すぎるので、失勢出して、もう殴り勝っていくプランになる気がしますね。次のターンとりあえず土地引きたいかな、さすがに。6点入るとさすがにライフがきついので、一体はジャンプしていきましょう。さあ、ただ土地引かず。うん。いや、失勢プラン取るんだったら、まあ、アルケビオスを捨ててよかったか、さっきのターン。うん。ちょっとちぐはぐですね。まあ、特にコンボパーツも揃わず、失勢も出せず、さらにリップもある状況。これで、5点は通って残り3点になっていく。さすがに厳しいか。さあ、これで残り3点。で、謎かけを打っていく。が、6マナ目を確保はできるんですけど、バウンスでブロック。3点はこれ入っちゃうのか。積んでますかね。ミスラランドのそのアタック2点ドレインがあるんで、まあ積んでますけど、相手の、まあミスがあるかもしれないので、一応ね、まだ続けていきましょう。さあ、こんな感じで、まあドラゴンの嵐を、使い回せるのが、この失勢型の強みですね。ドレッドも入ってる。なるほど。からリップ。これはな、エファラ打つしかないんで、まあというか本当は、さっきのターンね、死んでるんですけど。さあ、分散打って、全地プランは取れないので、
一旦ボトムですね。まあ、相手がリーサルにね、気づいていないうちになんとかしていきたいですが。ただ、さすがに厳しい。さらにドラゴンのラシで、爆発域。爆発域を、一旦ね、捨てなかったらワンチャンあったのかな。さあ、ドラゴンの嵐でさらに、進めていく。コンボパーツは揃ってるんですが、さすがに、はい。まあ、気づきましたね。殴ったらこれ積んでるんで、まあ3試合目いきましょう。ちょっとサイド変えますか。あんまり、封鎖入れたくないんですけど、相手のタイプがね、ちょっとわからないんで、封鎖も入れておきますか。なんか以前の、白黒バウンスだと、自分でね、ロランとかで、自分の封鎖を割ってたりするんですけど、まあ、ただリップがね、残っちゃうと、こっちがコンボを決められないということで、で、解除は普通にもうメインに入れて良さそう。で、否認がいらなくて、このマッチアップは、エファラもいらなそう。あと1枚は、まあ、謎かけでいいかな。さあ、1勝1敗で3試合目。まあこれはキープしていきましょう。まずは、最速で、コンボパーツ集めていきたいですが、まあただピアスはここは欲しいですね。相手の、まあリップとかを弾けるので、カウンターと決定的瞬間を構えていく。学士。まあ4マナ目も欲しいっちゃ欲しいんですけど、ここは学士からでいいかな。はい、4マナ目を引いてくる。まあここはピアス構えていきますか。どっちにしろ次のターン、マラング川で、全地は落としていくので、さあ相手動きないですが、切り崩し、はい。リップをここで出してきてほしい。出さず、これは、まあドラゴンの嵐からいきますか。これ止まってくる。全地ちょっとまだ捨てたくないですね、これ。さあ、ここは、キリン。もう普通に2-1瞬足として出してきましたね。さあ、相手、どういう動きをしてくるのか。エンチャントはまだ現状出してきてはいませんが、まあ明らかに何かを構えてる形ではありませんね。さあ、リップ。まあ、ピアスをケアして出してきましたね。こうなると、まあ、一旦リップを割っていく必要があるということで、解除。まあ、ウェロも欲しいですが、解除をもらっていきましょう。食料補充。一旦ここは学士からかな。さあ、学士出して、で、こっちのターン中に解除をもう打っていきましょう。相手にそのターンを渡しちゃうと、キリンとかでね、バウンスされる可能性があるんで。さあ、まあ割といい流れではあるかなと。あとはアボエロを探しに行くだけですね。まあ食料補充もありますし、コンボを決めていけるのではないかなと。はい、学士に除去を打っていく。ということは手札におそらくもう1枚除去は持っていそうな感じですね。まあ、全地を釣ったタイミングで除去を打っていきたいのではないかなと。さあ、食料補充。アルケビオスと、封鎖もらっててもいいですが、まあ、さっさとね、コンボ決めたいんで、封鎖でいいかな。リップとかね、もう一回貼られると、ちょっとめんどくさいんで。さあ、4点クロックになっていく。さらにミシュラランド。ダメージがね、結構入ってるんで。はい。これはもうクロックとして出してきてる感じですね。ハンドは残り1枚。さあ、コンボパーツは揃っていく。
4、5、6、7、8、9、10、11。通しても最悪死なないかな。相手のハンドが悪夢で、黒マナドローとかだったら死にますけど、確率的には低いんで、このターン封鎖を打つよりも、ラング川唱えて、次のターンにコンボを決めていく方が、勝ちやすそうかなと。ということで、そのままターンを渡していきましょう。白黒ミスランドまで起動してくれると、だいたい勝ち確になっていくかな。ただ相手そこまでする必要がないんで、殴っておかないと。さあ、残り4点から、悪夢プラスピクシーとかでも知りますけど、そのパターンだけかな。死にうるとしたら。鏡に願いを。協約はしてない。これはカウンターしなくていいか。白黒カラーでクリーチャーで墓地追放とか多分ないですよね。さあ。おそらくリップ持ってくるんじゃないかな。で、リップは、ピアスでカウンターできるんで、仮にリップだとしたら、勝ち確になりますが、どうでしょう。残り2マナ。そうですよね。さあ、ということで、しっかりとさばいて、ラングカオから全地を捨てて、買っていくと。墓地対策だけはね、しっかりと対処する必要があるんですけど、さあ、アブエロで全地を釣って、コンボを決めていく。なんとかなりましたね。さあ、ゼスカイのケージ持ってきて、ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。初動3ターン目か。ちょっと、重いハンドでありますが、先手なんで、キープしていきましょう。これボトムでよかったですね。さあ、そして相手赤タン。どっちにしろ、タップインタップインからスタートするんですが、封鎖を引けないとちょっと、厳しそう。さあ、食料補充で、除去を探しに行きましょう。封鎖。封鎖と全地。あとはルーティング系を引ければ、という感じではありますね。対アグラね、本当に、どっちが先に決めていくか、という感じなんで。さあ、ただ、だいぶ、ブンブン。もう一枚ある。もう一枚やるとさすがに厳しそう。何点入る？これ1点。いや、これは死んでるか、さすがに。どうやっても死んでますね。速攻クリーチャーでも死にますし、火力でも死ぬ。これはもう4キルするしか勝つがなかったかなと。さあ、ここで火力で死んでいくと。サイド行きましょう。とりあえずベーザー入れて、ただ他に入れたいカードは特にないかな。追放除去とかも別にいらないんで、ピアス抜いて、どっちかというとその全力でコンボを決めに行くのがいいですね。さあ、一歩目秒で負けて2試合目。これもね、ちょっとなんともですが、これアンタップインもらうか。タップイン4連打はさすがにきついんで、一旦一時的封鎖を打ってから考えていくっていう感じになっていくかなと。ラングがもらっていきましょう。次のターンはもう何が来ても大体封鎖を打っていきそう。さあ、4点アタック。赤タンの分回りパターンですね。ということで、一旦封鎖を打っていきましょう。アブエロはすでに引けているということで、対処しながら、コンボパーツをあと2枚探しに行くだけと。さあ、雇われ爪からのネズミ。これもう一回打ちますか。多様なネズミはね、本当にも
生き残っちゃうと相当きついんで、まあここは全除去全除去と使っていくと。さあさらに即走から巨海の怒り。うん。さあ5点。しっかりと対処はしてるんですが、ライフはかなり詰まっている状況。このマラング川で、まあ、ゼンチとアルケビオスが引けたらそのまま勝っていけるんですが、どうでしょう。さあここは2点だけから詰め。一旦マラング川は素出しもありますねこれ。まあ次のターン土地が引ければという感じではありますが、何も引かず。エファラなんともですね。せめて土地が良かった。アブエロ2枚目。一旦ドラゴンの嵐打ちますかね。エファラの分散打って延命してって感じになりそうかなと。さあドラゴンの嵐から、はい、土地引いていく。まあただここは食料補充かな。直接もう決めていきたいんで、エファラと、まあ決定的瞬間を構えていく。さあ残り8点。エファラはもう、はい、唱えないといけない状況で、長砲2プラス決定的瞬間なんで、まあ全地までたどり着く可能性は割と高い。封鎖よりももう決めに行かないとライフがかなりきついので、さあ残り6点。爪がもう1回出てくる。ここ大事。アルケビオスは引く。まあ6マナもうある状況なんで、まあラング川でパーツは揃ったんですけど、このターン耐えるのは無理なので、ラング川出すしかないですね。出してバウンスで、もう一回ルーターを引くのを待つしかないかな。まあマラング川相手突破はねできないんで、6点あれば火力で死ぬことはまああんまりないですね。まあ稲妻の一撃2枚で死にますけど、さあ一旦バウンスで67が壁として立っていく。ネズミ、はい。さてこれはもう勝ち確か。ドラゴンの嵐で全地を捨てて、でアブエロで釣って勝ちですね。さあなんとかコンボを決めて勝っていく。さあここからアルケビオス出して、サイドからジェスカイのケージ持ってきて、まあこれをバウンスと4点で振っていくと。これ投了と。さあ1勝1敗で3試合目。封鎖あるんですけど後手のため、まあ間に合うかどうか。謎かけ、まあパーツを探しに行けるカードではあるんですけど、現状違うカードの方が欲しいかな。さあこれ後手なんでダメージがやばそう。次のターン除去ないですからね。アルケビオスは引いていく。まあこれはもう4キルを狙うしかないか、こっちが。全地はなし。まあ次のターン封鎖打っていくんですが、このターン2段攻撃でダメージがやばそう。さあさらに多様なネズミ。3、6、7、8点入る。あ、ただ相手間違えてトランプルをしましたね。これはラッキー。3点分ゲインしたようなものですね。さあ相手クリーチャーがかなり並んでるため、封鎖がしっかりと刺さっていく。残り11点から詰め。
マラング。うん。流れとしては悪くはないが、どうでしょう。まあ、一旦構えていきますか。最悪爆発域もありますよと。さあ、1点プラス。育てていく。まあ、ただこれはスルーかな。さあ、残りは8点から。謎かけの方かな、これは。マラングはワンチャンその素出しもあるんで、全然。アブエロ。さあ、これであとは、全地を引くだけ。残り8点。全地は引かず。うん。さあ、情報から。全地はまだない。まあ、一旦マラングいけそうかな、これは。いや、ライフがね、ちょっとこれ、かなり厳しいか。爆発域、どうですかね。残り7点。ただ、ここは育てない。残り5。5は死ぬ可能性全然ありますけど。ただ、英雄。から爪。はい。まあ、マラングいきますか。まあ、そろそろ引く可能性は全然高いんで。さあ、これ決めていきたい。3ドロー。はい。全地引いていく。で、相手1マナ構えなんで、まあ、火力で死なないように、X2 で、アブエロ打っていきましょう。2点火力じゃ、まあ死なないようにするためですね。さあ、全地が33として、リアにされていく。赤はまあ、インスタントの3点火力っていうのは、まあ現状、ないので、ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。